気持ち悪い。スタバで原稿っていう謎のクリエイターアピールも余計だし、面白い現場を見たのみならず、それをこんな端的に伝えちゃう私マジセンスの塊っしょっていう隠しきれないうぬぼれ感も気持ち悪い。お前、幸せなのか？別にいつ逃げてもいいんだぜ。閉じ込めてるわけでも縛ってるわけでもない。お前が勝手にここに居ついたんだ。皆さんこんにちは。小戸川博士役の花江夏樹です。出演が決まった時は、単純に嬉しかったですね。監督が僕が以前どこかで受けたインタビューを見てくださって、それでオファーしてくださったっていう風に伺ったので、どんな役が来るんだろうっていう風にドキドキしていたら、まさかの小戸川は結構なんかもう体がこう大きくて、セイウチですかね。セイウチをモチーフにしてるんですけど、41歳の、言うならばおじちゃんですよね。なので、僕今までやっぱり40代のキャラって演じたことがなかったので、すごくドキドキしましたが、どういう意図を持ってキャスティングしたのかっていうのをこう聞いたときに、ああ、なるほどなっていうふうに、ちょっとそこはまだネタバレになってしまうので言えないんですけれども、とにかく本当新しい挑戦だなというか、また新しい役柄だなというふうに思いましたし、作品自体もすごく台本を読んでいて引き込まれるというか、ちょっとしたなんか会話だったりとか、なんかその文章の中のなんかちょっとしたクスッとくる切り返しだったりとか、すごくワードのチョイスが面白いなっていうか、独特だなっていうふうに思ったので、すごく読んでいて楽しかったですし、これが映像化したら本当面白いんだろうなっていうふうにすごく思ったそんな作品です。プレスコまでにはやっぱり僕の中のその小戸川の声のイメージはできるだけ低いトーンだったんですね。やっぱ体もでかいので結構その響くような低音じゃないかなと思って、最初はこれぐらいの結構もう払えてわからないぐらいのこういう感じですごい作ってきたんですよ、キャラクターを。そしたらそうじゃないですって言われて全然やめてくださいと。なんかもう普通の花屋さんのその若干低めのなんか落ち着いたボソボソ喋るぐらいのトーンでやってほしいっていう風に言われて、でさっき言ったようにちょっと後々のお話とかを聞いていった時に、ああなるほどなっていう風に、ちょっと小戸川が結構その寡黙な部分もあるんですけど、チャーミングな面、子供らしいちょっと一面も持ち合わせているので、可愛いおじさんにしたいですっていうことで、そういう風にディレクションをいただきましたし、プレスコ自体はすごくやりやすかったですね。やっぱこう自分の思った通りにというか想像した通りに、セリフを自分の気持ちいい魔弱で言うことができたので、そこはすごくプレスコの良さが出たかなっていうふうに思ってます。そうですね。まず見た目がいいですよね。キャラクターたちのね。動物がこうちょっと半分人間みたいな感じで喋るっていうのがなんか見てるだけですごく癒されますし、結構ね物語夜のシーンとかも多くて、割となんていうんですかね、こう会話でずっと進んでいくので、そういうところでちょっと暗くなりがちな部分をそういうなんか動物たちが喋っているっていうところでちょっと柔らかく、明るくしている部分もあったりとか、あとはこの動物がそんなこと言うのとか、この動物はこういう職業だからこんなモチーフなんだなとか、なんかそういうこう魅力もありますし、やっぱりお話自体がすごい面白いですね。続きが気になるというか、小戸川のちょっと謎がちょっとあるんですけど、その謎がどうなっていくのかとか、一体どんなこう結末が待っているのかとか、どういうこの人とこの人は関係性で誰がどう動いているのかとか、なんかそういうのをすごくこう毎回台本を読むたびに、わこれこうなってんだとか、
そういうのを思いながら演じていたので、それが映像になったらより伝わるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね。すごく人付き合いが苦手なんだろうなっていう感じがしますね。タクシードライバー、個人ではあるんですけど、結構乗り込んでくるお客さんに対しても、すんごいボソボソ喋るんですよね。どこまでみたいな。どこ行くのみたいな。了解みたいな。それはなんかやっぱ、僕がお客さんとして乗った時に、ってこうなりそうなぐらいのテンション感なので、本当に人付き合いが苦手なのか、もともとそういう人が嫌いなのかとか、そういうのもいろいろ考えたんですけど、結構仲のいいね、キャラクターと話してる時とかは意外と饒舌になったりとか、ちょっとなんかユニークな、冗談を言ったりとか、そういうこともするので、お茶目な一面も持ち合わせてるんですよね。なので本当にこういい意味で純粋なのかなっていうふうには思います。会話劇が面白い作品だなっていうふうに思うので、そこは注目して見ていただければと思いますし、絵の雰囲気も僕かなり好きで、なんていうんですかね、可愛い雰囲気もありつつも、ちょっとなんか切り込んだ感じというかなんかこう社会に物申すみたいな、そういうようなシーンというか、セリフというか、そういう結構攻めた感じのシーンもあるので、そこも魅力的じゃないかなと思ってます。はい、僕自身今一番オンエア見るのドキドキしてます。果たして自分が想像してた小戸川じゃない小戸川でやった時、その小戸川はどう映るのかっていうのまだ完成した映像を見てないので分からなくて、でも皆さんはすごく監督含め良かったよって言ってくださったので、ひとまずオンエアを見るのが本当に楽しみですし、物語の内容が本当に面白いし、結構キャスティングが芸人さんをこう起用されてたりとか、かなりなんか僕も一緒にお芝居はしていないんですけど、別々に撮ってはいたんですけど、でもこう先に収録されている声とかを聞いた時に、すごい面白いなっていうふうに思ったので、すごい役者さんたちの、もちろんね本業のこう声優さんたちもいつつ、そういう芸人さんたちとのこう絡みというか、そういう、掛け合いも楽しみにしていますので、ぜひ皆さん、一緒に盛り上がって楽しんでください。よろしくお願いします。小戸川さんは好きな人いないの？いないよ。もったいない。恋すると人生楽しくなるよ。どうだ小戸川、眠れてるか？昔から変だよあいつは。他人が嫌いで皮肉屋で両親に捨てられたんだ。そりゃ歪むよ。ほなお前感情コントロールできんのかい？そんなんできたら片思いとかこの世からなくなるやろ。なんやおもろいやんけその感じ。もっと公共の電波に乗せていけよ。そういうのがおもろい言われてもどうしてええのか分からへんねん。その追い詰められて開き乗ってる感じや。あんだけガーン言われたらそりゃそうなるやろ。運転手さん、こいつ中学の時ね、女子と殴り合いの喧嘩しての引き分けよったんすよ。バズりたいんですよ。 SNS でたくさん拡散されたいんです。本当にしょうもないことに時間かけてんだな。ここでニュースをお伝えします。東京都練馬区で女子高生の行方がわからなくなっています。深夜、自宅から外出した後、あのタクシーの運転手、なんつったっけ？小戸川ですか？小戸川。なあ弟よ、あんなタクシードライバーの言うこと信じちゃいけないよ。そうだよな。なんて言ったってタクシードライバーだもんな。そうさ、あの憎いタクシードライバーさ。嘘だって平気でつくさ。
れから俺の人生は狂っちまったんだ。お前のせいだ。誰かいるの？